YouTube で多言語翻訳テロップをつける方法。YouTube には自動翻訳機能がついていますが、動画内の音声を解析してテロップがつけられるために、デタラメなテロップになることが多いです。当然、外国語の自動翻訳テロップもデタラメなことが多いです。今回は翻訳精度を高めた上で、YouTube に多言語翻訳テロップをつける方法を皆さんに教えちゃいたいと思います。少しでも多くの人に見てもらいたい、外国の方にも見てもらいたいと思われる方は、ぜひ最後までお付き合いください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。まず私の過去の動画で YouTube の自動翻訳機能を確認してみましょう。正直言ってやばいです。本来表示したい文章は音声解析で自動生成され、英語の場合はこの語訳を元に変換されます。だから自分で本来表示したい文章に修正する必要があります。まずは日本語の語訳を直しましょう。YouTube スタジオに移動します。語訳を修正したい動画の詳細ボタンを押します。すべて表示を押します。言語とキャプションの認定で、動画の言語が日本語、字幕の認定がなし、もしくは、このコンテンツは米国内のテレビで放送されたことはありません。のどちらかになっていることを確認してください。なっていない場合は自分の動画再生時に翻訳ボタンが表示されません。上の方へ戻り、右側にある字幕と書かれたボタンを押します。この画面で日本語の編集ができます。直したい部分がたくさんあります。クリックするとその箇所を編集することができます。作業しやすいように画面位置を調整しています。私の場合はテロップ用のテキストが残っているのでコピペします。テキストがない場合は自分で手入力で修正してください。同じ作業が続くので早回しします。ここから先のテキストを用意していなかったので、編集したことにして終わります。それでは再生して確認してみましょう。3-114ルク途中から再生が始まってしまいました。左のテキスト欄をクリックするとタイムラインがそこに移動します。ランプの花、マルタの十字架。ここが先頭です。大日地思考、フリオ 24R、松縫専用、シレネヤルダ。下のスクロールしている部分で、音声とテキストの位置が合っているか確認します。として輸入され、輸出したものが幾何植物として定着しました。ふっくらしたこの部分とか似ています。音声がない部分なのにテロップが表示されている箇所を調整します。タイムラインバーの端をクリックしたまま、
ドラッグしてずらすことができます。音声の波形の終わりから1秒ぐらいテロップの余韻を残すといい感じになります。テキストのつながり部分をクリックしてしまうと、両方が同時に動いてしまいます。うまく分離してください。下はこんな感じです。タイムラインのズームイン、ズームアウトもできます。松酔洗脳はマンテマ族、シレネ族。垂れ流しで確認します。マンテマ族には、マンテマや虫取りなでしこ、イランジ、松酔洗脳、白玉草、伏黒などの種があります。ボイニッチ思考の絵と似ているのは特に松酔洗脳と白玉草です。白玉草も見てみます。音声とテキストに違和感を感じました。テキストに抜けがあります。追加したいテキストの前の欄を選択してから、上の方のプラス、字幕を押します。空白の欄が追加されるので、そこに入力します。ボイニッチ思考の絵と似ているのは特に松酔洗脳と白玉草です。白玉草も見てみます。追加されました。白玉草も見てみます。同様の作業が続くので早送りします。最後まで確認が終わったら、テキストとして編集の右のボタンを押します。字幕をダウンロードをクリックします。キャプションズピリオド SBV というファイル名でダウンロードされるので、メモ帳で開いてください。メモ帳で開けない場合は、拡張子を DXT にリネームしてください。タイムラインとテロップとして表示される文章が記述されています。完了を押して日本語字幕の編集画面を閉じます。これで日本語字幕はきれいに表示できるようになりました。一応これで、
この日本語をベースに翻訳されて表示されるようになります。しかしこのままだと、視聴者は字幕ボタンを押した後、自動翻訳を押してから、自分で自国語を選択しなければいけません。視聴者が字幕ボタンを押したら、その視聴者の自国語になるようにするには、各国の言語を追加する必要があります。少し手間はかかりますが、多くの人に見てもらえるよう頑張りましょう。まず下準備をします。DeepL 翻訳ツールというサイトを開きます。DeepL と入力して検索すると一番上に表示されます。クリックして開きます。原文の言語を日本語、訳文を翻訳したい言語にしてください。ここでは使用人口の多い英語、US にしておきます。新しいタブを開き、また DeepL と入力して開きます。こうして DeepL 翻訳ツールを4つ開いてください。作業速度が大幅に向上します。邪魔なビーイングのページは閉じてください。次に Google 翻訳を開きます。左側を日本語、右側を翻訳したい言語にしてください。URL をコピーしてから新しいタブを開きペーストして開きます。こうすることで同じ状態で Google 翻訳を開くことができます。Google 翻訳も4つ開いた状態にしてください。一番上が動画のタイトル。次が動画の説明へ。3つ目が字幕。最後は動画のタグ用となります。Google 翻訳より DeepL 翻訳ツールのが翻訳精度が高いので、基本的には DeepL 翻訳ツールを使用します。翻訳したい言語が DeepL 翻訳にない場合には、Google 翻訳を使う感じになります。それでは翻訳作業に入りましょう。YouTube スタジオに戻ります。左の方にある字幕をクリックします。先ほど修正した日本語が追加されています。言語を追加をクリックします。先ほど翻訳した言語を選択します。ここでは英語、アメリカ合衆国を選択します。英語、アメリカ合衆国が追加されました。タイトルと説明の追加をクリックします。編集画面が出てきます。右側に翻訳したテキストをペーストしていけば良いわけです。左側は日本語のタイトルと説明文です。作業しやすいようにウィンドウの位置を調整します。こんな感じです。翻訳する動画の詳細ページを開きます。タイトルをコピーします。原文の言語のところにペーストします。DeepL 翻訳を2つ目のタブに切り替えます。
説明をコピーします。2つ目のタブのところにペーストします。3つ目のタブに切り替えます。ダウンロードしたキャプションズピリオド SVV を開きます。メニューの編集からすべて選択をクリックしてコピーします。3つ目のタブにペーストします。4つ目のタブに切り替えます。タブをコピーします。4つ目のタブにペーストします。1つ目のタブに戻ります。右下のコピーアイコンをクリックするとコピーされます。タイトルのところにペーストします。2つ目のタブを選び、テキストをコピーします。説明のところにペーストします。これで英語、アメリカ合衆国で設定している人には、自動的に動画のタイトルと説明が英語で表示されるようになります。右下の公開をクリックします。タイトルと説明が公開済みになりました。次に字幕の追加をクリックします。3つ目のタブを開き、翻訳されたテキストをコピーします。キャプションズピリオド SVV に上書きでペーストします。メニューのファイルをクリックして、名前を付けて保存をしてください。そのままキャプションズピリオド SVV に上書き保存でも構いません。今保存したファイルをアップロードします。タイムコードありを選択し、続行をクリックします。しっかりと翻訳されたテキストが反映されています。再生して確認します。ボイニッチ思考、フォルア 24R、松酔洗脳、シレネアルバ。イークエル翻訳で翻訳された精度の高い字幕で表示されます。日本には明治時代に観賞用として移入され、逸出したものが幾何植物として定着しました。右上の公開をクリックします。字幕が公開済みになりました。4つ目のタブを開きます。翻訳されたタグのテキストをコピーします。新規でメモ帳を開き、ペーストします。これは後でタグに追加するようです。日本語のタグしかなかったら、日本語しか検索ワードに引っかかりません。外国語のタグを追加することにより、外国での検索に引っかかりやすくなります。一番上の行にはもともとあったタグをコピーして貼り付けておきましょう。次は DeepL 翻訳にない言語の追加方法です。言語を追加をクリック。使用人口の多いインドのヒンディー語を追加します。すべての国の言語を追加するのは大変なので、使用人口の多い英語、中国語、ヒンディー語、ポルトガル語、アラビア語の5つの言語は追加をしておくことをお勧めします。タイトルと説明の追加をクリック。DeepL 翻訳にはヒンディー語がありません。Google 翻訳を使用します。4つのタブの翻訳をヒンディー語にしておきます。DeepL 翻訳のタブからそれぞれのタブへコピー、ペーストします。
1番目のタブのヒンディー語をコピーします。タイトルにペーストします。2番目のタブを開き、コピーします。説明にペーストします。これでタイトルと説明がヒンディー語で表示されるようになりました。公開をクリックします。タイトルと説明が公開済みになりました。字幕の追加をクリックします。3番目のタブを開き、コピーします。キャプションズピリオド SVV に上書きでペーストします。メニューのファイルから上書き保存してください。ファイルをアップロードします。タイムコードありにして、キャプションズピリオド SVV をアップロードします。Google 翻訳を使用した場合は、選択したファイルを解析できませんとエラーが出ます。これは Google 翻訳の場合、タイムコードの部分が微妙に変化してしまうために起きます。なので、このタイムコードの部分を全て直す必要があります。エラー画面はキャンセルを押して閉じます。正常な日本語側のタイムコードをコピーして、キャプションズピリオド SVV のタイムコードに一つずつ上書きペーストします。コントロールキーとキーボードの C 同時押しでコピー。コントロールキーとキーボードの V 同時押しでペースト。動画では分かりにくいですが、ここではショートカットキーを使っています。少し早回しします。Google 翻訳だとこの作業が生じるので、基本的に DeepL 翻訳を使いましょう。すべての修正が終わったら、上書き保存します。さっきエラーが出たため、このままだとアップロードできません。右上の×マークを押してこの画面から抜けます。再度、字幕の追加をクリックします。ファイルをアップロードし直します。やっとヒンディー語の字幕ができました。再生して確認します。入力知識はヒンディー語が読めないので、きちんとなっているのか分かりませんが、何も修正していなかった時よりは良くなっているはずです。輸出したものが非可植物として定着しました。公開をクリックします。これでヒンディー語の字幕が公開されました。タグの追加。4つ目のタグを開きます。翻訳されたタグをコピーします。タグ用のメモ帳に追加でコピーしてください。メモ帳内のタグすべてを選択してコピーします。YouTube スタジオに移動します。タグの欄にペーストしてください。間幕切りになっているので、きちんとタグが入ります。タグの重複はされないので安心してください。保存をクリックして終了します。効果の確認。これが使用言語が日本語の場合です。もちろん日本語で表示されています。YouTube の使用言語をヒンディー語にして試してみます。これがヒンディー語です。言語を追加していないページは、日本語でタイトルが表示されています。ヒンディー語を追加した動画だけ、
タイトルがヒンディー語になっています。場所の設定が日本のままだったので、自動翻訳が日本語になってしまっています。追加されている言語を選択できるようになっているので選びます。無事表示されました。説明もヒンディー語になっています。英語も見てみます。タイトルと説明が英語に切り替わりました。字幕を英語に切り替えます。DeepL翻訳の精度の高い字幕がつきました。いかがだったでしょうか。30分近い動画にお付き合いいただきありがとうございました。昨年までは動画投稿者以外の視聴者でも多言語の字幕をつけることができたのですが、現在では動画投稿者自身でないと字幕をつけることができなくなりました。この動画の通り進めてもらえれば、誰でも字幕をつけられるようになると思います。なるべく多くの視聴者に見てもらえるように一緒に頑張りましょう。ちなみに字幕をつけるとスマートフォンでも字幕付き動画になるので、現在スマートフォンで視聴するユーザーも増加しているので、ぜひ多言語翻訳テロップをつけてみてください。おさらいとして、ぜひともつけたい言語は、使用人口の多い英語、中国語、ヒンディー語、ポルトガル語、アラビア語です。余裕があればロシア語、韓国語や、あなたの動画にコメントしてくれる外国の方の母国語をつけてあげてみてください。以上になります。もしこの動画が参考になった、気に入っていただけたら、ぜひとも高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。